そもそもの目的は子育てですね。店舗付き住居を建てて仕事と子育てを両立するっていうのを目的に、そうです、移住を決めてこちらに越してきたって感じです。美味しいです。美味しいです。もう全部美味しいですよ。焼き菓子も。なんか大きな贅沢じゃないけど、お客様になんか喜びというか感動を提供できるっていうのは面白いっていうのはありますよね。こんにちは。撮影がもう始まってるんですか？そうです。すみません、勝手に撮っちゃった。今から明日のお菓子の仕込み、営業の仕込み、デザートのパーツとか、カスタードクリーム炊いたりとか、なんかそんなに難しいことはしないんですけど。ここ自体は今2年目、3月に1周年迎えて、でも世田谷で8年やってたので。お店をですか？そうです。移転なんですよね。店名は変えたんですけど、店をやってるのはもう10年ちょっとぐらい。本当は週2日営業する気持ちでいるんですけど子供の行事とか風邪ひいたとかで月6回とか4回とかしか営業してないですね。のキャラメルを作る準備をしてます。機械島産のサトウキビの粗糖っていうんですかねを使ってて、なんかちょっと黒糖っぽいミネラルを含んだ味がするんですけど、結構すっきりした甘さが気に入って使ってます。すごいアジサイが綺麗に咲く線路沿いにある小さな物件だったんですけど、私アジサイが好きで、アジサイが咲いてるってことでそこの物件に決めたんです。なんかテマリカっていうのがアジサイっていう意味で、アジサイがこの近くに綺麗に咲くんですけど、この土もその梅雨時期にアジサイ咲いてるのを見てここに決めたので、それでテマリカでアジサイを意味した名前にしたんです。なんか結婚式のお花もアジサイにしてもらったんです。だからすごいアジサイが好きで、梅雨時期ジメジメしてる時期にすごい綺麗に咲くじゃないですか。なんか存在感のある花なのにちょっと地味っていうとこが好きです本当はバリバリ働いてる方が性に合ってる気がするんですけど、今は子育てをどうにかこうにか3人いるんです。仕事にならないですね
一緒に探したんですけど、弟内に通うので、ここは遠すぎるっていう話だったんですけど、いや、ここがいいっていう感じでご利用しして、はい、無理やりですね。チーズケーキですね。何回も試作し続けてようやく落ち着いたところなんですけど、なんか夫がやっぱそういう芸能の人たちとお仕事してるので、ドラマとか映画とかの監督業をしてる。監督なんですか？そうなんです。すごっ。製菓学校行くときにはもうお店を持つって決めてました。持ちたいじゃなくて決めてた。25までにお店を持つって決定事項でしたね。決定事項っていうか、持ちたいっていうよりはもうちょっと強い感じで持つって感じでしたけど、で世田谷25ですか？世田谷20でも6にオープンしたんです。お、想像つかない。そうなんです。26にオープンしましたね。ずっとそれにとらわれて生きてきました。お店オープンするっていうことにとらわれてたので、できるとかできないとか、なんか売れるとか売れないとか、そういうことは何も考えてませんでしたね。これは前日に作っといた桃のコンポートですね。パフェのパーツを作るんですけど、桃の果肉を入れたゼリーになりますね。チーズケーキとかガトーショコラとか、シンプルなお菓子の正解がね、なんか突き詰めると難しくてずっと試作し続けてる気がしますね。もう休みの日も子供が起きてくる前にクッキー作るとか、なんかそういうやりくりをしながらやってますね。バニラですね。うちはもうペーストとかじゃなくて 100% さやでやってます。今
カレーを作ります。ちょっと変な作り方をするんですけど、卵黄と卵白を分けるんですけど、卵黄は卵黄で計量して、卵白は卵白で計量してるんですよ。全卵でとかじゃなくて、何回も試作して出来上がりの硬さが毎度違うことがすごく気になってて、でも卵白と卵黄を完全に分けて計量して、でもそれで安定しましたね。2度こします。ざるでこしてから目の細かい茶こしでもう一回こしてます。もしかしたらざるだけでもいいんじゃないかって思うんですけど、口当たりが良くなると思ってます。子供3人を幼稚園と学校に送り出すのにちょっと2時間ぐらい仕込みを中断するので、その分朝が早いんですけど、生徒数が今49人ですね。名栗小学校の保護者で PR 活動を始めて、名栗小と名栗のホームページ立ち上げて、最近は映画を撮って上映会をしたんです。旦那さんですか？あ、そうです。すごい。ドクロが？はい、プロのカメラマンと脚本家も名栗にたまたまいるので、その人たちと力を合わせて PR 動画を撮影したんですけど、ホームページ作ったりした関係で今年は転校生が増えて、名栗小の人が増えたんですけど、カスタードクリームを炊くんですけど、お酒入れるんですけど、お子さんも食べるたり妊婦さんが来たりするので、炊く前に入れてるんです。で、ある程度アルコール飛ぶので香りは残るんですけど、人だけに吠えるんならまだあれなんですけど、夜中に来た獣にも吠えるんで意外と怖いんです。夜中に獣来ます？ランタンにちょっと植えて楽しもうと思ったら食べられちゃって、動物はねよく分かってて、明日には取っていいかもっていう赤くなってた実を先に食べられちゃうんです。青いのはね全部残してって赤いのだけ全部食べてるようにしたの。子供たちもショックですよ。ブルーベリーも植えてるんですけどね、鳥との勝負ですね。初めないですよね。明日かなないみたいな感じです。ちょっと使うの。ライムとミントでゼリーを作って、メロンのパンナコッタにメロンの実と一緒にのせる。ミントをお湯でミントティーにしてから運がいいです。働いてくれてたスタッフの子もすごくいい子で、
その子が働いてる間に2人出産したんですけど、産休という名目で休ませてもらったりして任せて、必要な時に顔出せばいいぐらいにスタッフができる子だったので、その子は今何やってるんですか？私がもっとやってたお店を継いでっていうか譲って店名も変えて自分でお店やってます。ローストしたココナッツですね。メレンゲの板になるんですけど、カフェの飾りに使うんですね。3時過ぎぐらいから万が一にでも混入しても人体に影響のないものを使って小豆とか大豆とかを重しにしていることが多いですかね。細心の注意は払うんですけど。飯能産の粉を主に使っていて、小島農園さんっていう自然の無農薬無肥料で栽培されている粉を使用してますね。安心安全な材料をなるべく全部オーガニックとかっていうことではないんですけど、手に入るものは安全なものをと思ってそこら辺もこだわってますかね。昨日何時に寝たんですか？寝たのが昨日じゃなくて今日です。12時過ぎぐらいに寝ました。子供のこととか家のこととか早く寝れる日もありますけど。
と散歩するって約束していなかったんですけど。これ守るわけだ。はパッションフルーツのソースですね。なかなか。ライムとミントのゼリーですね。移住したらやりたかったことの一つですね。庭からハーブを全部使う。9時とか10時じゃ寝れないです。また明日の朝3時に。コンポートにすれば変わらない。生だとやっぱ桃はすぐ色が変わるので、うちは飾りはコンポートにしちゃって心配ないように。ホワイトチョコです。すっごいしました。食べ歩きに給料のほとんどを使ってます。学生の頃から食べ歩き始めて、普通にパティシエとして勉強のために食べ歩きです。お気に入りの店、パリセベイユのキャラメルサントノーレがすっごい美味しくて、あんまり同じお菓子リピートしないんですよ。勉強のために食べてる感覚なので。でももうそこのキャラメルサントノーレだけは何回もリピートして食べてるぐらい大好き。誕生日かな、ただの差し入れかな、ホールで買ってきてくれたことがあって、すごいその時過去1ぐらい興奮しました本当に常連さんによくしてもらって。
アイスも全部自家製です。何人かまだこっちでも通い続けてくる。せっかく来てくれたからには美味しいものをね食べていただきたいですよね。精進します。私レモンタルトが好きです。美味しいです。酸味がちゃんとあって甘さもちょうどよくて美味しいです。毎週あ、毎週。はい。ショートケーキが一番美味しいです。でもこの季節のデザートもみんな美味しいです。クリームが他のところと全然違うんですよね。うちの娘は絶対ここ来たらシュークリーム買ってきてっていうぐらいシュークリームが好きで、でも全部美味しいですよ、焼き菓子も。やっぱりショートケーキ、季節のタルトもタルト生地がサクサクで美味しいです。お子さんウェルカムでやってるので、小さいお子さんも来てくださるんですけど、お店オープンした時にもう本当1ヶ月過ぎてようやくお外に出てきましたっていうお子さんを抱っこしたお母さんが来店してくださったんですけど、その子がもう日に日に大きくなるのをこうね、お店の立場ですけど見守っていられるっていうのはもう楽しいですね。今すべきことはやっぱり子育てをなるべく中心に持ってくる。どっちかというと私は仕事を中心に生きてるタイプなので、結構子どもたち大変だと思うんですけど、なるべく子どもを中心に持ってくるっていう努力を今している途中っていう感じですね。子育てが終わったら、その先の野望はちらちらとあるんですけど、大きなことを言っていいならもう1店舗オープンして、今度は子育て中のお母さんとか、ちょっとまだ身動き取れないわ、でも働きたいわっていう方たちを雇用して、なんかもう1店舗やれないかなっていうちょっと考えてます経営者としては全然能力不足なんですけど、なんかね、楽しみを提供できる人になれればいいですかね。移住者大募集中なので、飯能市の名栗にぜひとかいう
移住のピアノ移住 PR 入れていい場所なんだよね。いい場所ですよ本当に、一息つきに来るだけでもすごいいい場所だと思う。